こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。ウクライナ侵攻が始まってからもうすぐ3ヶ月近くが経ちますが、ウクライナ軍の発表によりますと、ロシア軍がウクライナ侵攻を始めてから81日目の5月15日時点で、ロシア軍戦車の撃破数は1220台に上りました。今日はこのことについてお話しします。ウクライナ軍の発表によりますと、ロシア軍が2月24日にウクライナ侵攻を始めてから81日目にあたる5月15日の時点で、ロシア軍戦車の撃破数は1220台に上りました。この戦車1220台という数は、ロシア軍がウクライナ侵攻当初に投入した戦車の数が2700台であると、ランド研究所などによって見積もられていますので、すなわち、ロシア軍が戦線に投入した戦車の総数の 45%、つまり半分近くがすでに破壊されてしまったことになります。戦車の他にも、ロシア軍の装甲車は3000台近くが撃破されています。また、ロシア軍の輸送トラックや燃料タンクローリーは2087台も撃破されており、このことがロシア軍の兵站の破壊につながったことがよくわかります。ロシア軍の前線では、燃料も食料も弾薬も不足していることが無線傍受で明らかになっていました。そして、ロシア軍の戦闘爆撃機などの固定翼機は200機が撃墜され、回転翼機、つまりヘリコプターは164機が撃墜されました。それに加えて、UAV と言われる無人ドローン航空機は416機が撃墜されました。ロシア軍の榴弾砲などの銃砲は555門が破壊され、ロシアの多連装ロケットシステムは195台が撃破されました。ロシアの対空ミサイルなどを積んだ対空戦闘車両は89台が破壊されました。ロシア工兵部隊のポンツーンと言われる自走浮き橋システムといったような特殊車両は42台撃破されました。また黒海においては、ロシア海軍の艦艇13隻を撃沈または大破したとしています。人的損失については先日このチャンネルでお伝えしましたが、ロシア軍兵士の戦死者数は5月15日時点で27,400人にも上りました。ウクライナ軍側の人的損失に関しては、ウクライナ軍の戦死者の数字をウクライナ当局が発表することは滅多にありませんし、ウクライナ国防省もウクライナ側の人的損失に関する情報は提供していません。しかし、4月中旬にウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ側の人的損失について言及し、その時点で2500人から3000人のウクライナ軍兵士がそれまでに戦死し、およそ1万人が負傷したと述べています。また、ウクライナの民間人の死傷者数については、OHCHR、国連人権高等弁務官事務所の調査によりますと、ロシアのウクライナ侵攻で、これまでに3459人の民間人が死亡し、3713人の民間人が負傷しています。しかし、この合計7172人の民間人死傷者という数字は確認されているだけの数字ですので、実際にははるかに多くの民間人がロシアのウクライナ侵攻によって殺傷されていると見られています。
今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。